なんか何々何々だろうみたいな感じですごい語りかけてくれるんで、そこはすっごい接しやすいですね。もっとこうイエーイとか、はい、こんにちはとかなんか言えたらいいなって思います。Hey guys and girls, this is Cat the Cat, and today the Ash Japanese team has come to Ise Asachi Momoyama Bunkamura, which is a amusement park themed like the old Japan. And today we have the pleasure to ask the Japanese people here a couple of very interesting questions. So let's go and ask Japanese. じゃあ、海外の方はちょっとたまにやってみて、これなんでしてるんだろうみたいな感じ思ったことは何でしょうか？我々どこかに遊びに行ったりとかすると必ずお土産とかを買うんですよ、日本人。しかし外国のお客さんっていうのはお土産をあまり買われないようなイメージがあるんですけど、これはなんでかなっていうのは疑問なんですよ。確かにそんなにお土産買ったりとかしないんですね。近所の方に配ったり自分に記念に持って帰ったりするんですけど、外国の方は買われないですよね。そうですそう、確かにすごく疑問に思っておりますそうですね、ポストカードぐらいかな。外国人と日本人はなんでこの足の長さが違うんだろうってすごく思って。短いすごく長いのに日本人はちょっと人によると思うんですけど、長いよあれなんかすごい外国人のその足の長いイメージがあるので、なんかいいもの食べてる。その食べ物私も食べたいです。日本人と違って敬語がないイメージ、羨ましいし、ある意味大丈夫なのかなっていう部分はあるんですけど、壁がない分、言葉の壁がない分、なんかその分フランクなのかなっていう、これは疑問ですね。アメリカ人の方とかすごい中国人の方とかよく来るんですけど、すごい絡みやすいというか、日本人の方よりすごいなんかオープンな感じで、なんか何々何々だろうみたいな感じですごい語りかけてくれるんで、そこはすっごい接しやすいですね、日本人とは違って。そうですね、こちらの劇場も靴を脱いで上がっていただくんですけれども、やはりあまり靴を脱ぐ習慣のないお国の方もいらっしゃるようで、脱いで上がられたのに中で履いて出てこられるという方が時々いらっしゃいます、海外の人は結構村も来るんですけど、ちょっと靴脱ぐっていう習慣がない人が結構海外の人多くて、劇場にそのまま土足で入ってっちゃうから、それはね文化の違いなんでいいんですけど、なんか意外なちょっとしたところであれって思うところがやっぱり結構ありますね。イギリスに留学して面白かったのは、バスのおじちゃんが、バスの運転手さんが途中で突然止まったんですよ。で、何にもないところで止まったから何だったのかなと思ったらスナック買いに行ったんですね。バスの運転手さんが自由だって思いましたね。それはちょっと買いに行っちゃうんだみたいな。で、普通にバスの売店のおばちゃんとか喋ってるし、いやなんか日本だったら考えられないんだけど、そのなんかラフさというかノリの良さがなんか面白かったというか、いい経験でしたね。じゃあ逆に日本人の方がやってちょっと理解できないところは何でしょうか？すぐにすみませんとか謝るとか。確かにここ丁寧な謝る文化が結構あるんですね。そうです、そうなんです。自分もそうですか？はい、そうなんです。もっとね、ハグとかしたいです。ハグとかそういうのもないですし、なんか逆に照れちゃう感じがします、日本人は。ちょっと表に気持ちをあまり見せない。見せないですね、恥ずかしくて。フレンドリーにこう挨拶をもういろんな人にもっとしたらいいのになって日本人は思いますね。その外国人に比べるとなんか恥ずかしい部分が多い人が多いと思うので、もっとこうイエーイとか、こんにちはとかなんか言えたらいいなって思います。ハグしたい感じですか？ハグしたい感じってしたいってなってちょっと意味合いが変わってきますけどもちょっと軽くやったことないんでね、一度ぐらいはハグしてみたいな、されたいなっていうのは、挨拶っていうのを味わってみたいなってのはあります。ハグしますか？いや恥ずかしいね、もうすいません。やっぱり難しいですね例えばいらっしゃいでござるとか言った時に、なんかそうですね、なんかちょっとどうもどうもみたいな感じで、恥ずかしがり屋さん、そうですね、恥ずかしがり屋なところはちょっとと思って、もうちょっとオープンでもいいかなって自分は思ってるんですけども、逆に海外の方みたいにもうちょっとイエーイにみたいな感じがいい。そうですね、それが一番ちょっと僕は嬉しいですね。日本人は逆にちょっとキチキチしすぎてて、しんどいな。私はイギリスに住んでたからちょっとしんどいなって思うところは結構ありますね。もっとラフに来たらいいのにって思う時はあります。日本の方はどちらかというとこの心の内に秘める思いが非常に強くて、どちらかというとあまり外には出さない。
こう内に秘めてこう自分の中で灯を燃やすという意識を燃やして自分の中で高めるというのが多分海外の方には少し理解しづらいところ。そしてもう一つ、なぜ2つの箸を使って物を食べるのかというところ、もうこう掴めないなんだとこう言われる方が結構いますので、日本人のちょっと海外の方に理解できないのはやはりフォークやスプーンの方が当然取りやすいのですが、2本の細い箸を使ってこうつまむというあれがなかなか理解できてもらえないところかもしれません。なるほど。日本人とか分かんないところはやっぱ忍者先生も言ってたやっぱ何考えてるか分からないっていうのがね、私も嫌なことあれば言ったらいいじゃんっていう人なんですけど、なんか自分も結構言えないんですけど、ちょっと言ってくれなかったりとか遠回しだったりとか、そういうところちょっとしんどいですね。本音建前みたいな感じ。本音建前がね。そういう動画ね、私たち実は作ってあったので、リンクを右上に入れますので見てください。本音と建前勉強になりますのでぜひチェック。劇場に出てる役者と触れ合うことができる。普段そんな自分たちうろうろしてるので、それで触れ合えることができる。なかなかね、普通お芝居見に行って役者とお話できたりする空間ってないと思うので、それがポイントです。じゃあ海外の方も気楽に話しかけても大丈夫ですか？はい、みんな少しずつではございますが英語や中国語を勉強してますので、はい、勉強してるんですか？はい、勉強してますのでできます。はい、どうでしょうか？そうですね、劇場がですね1、2、3、4箇所ありまして、いろんな種類の劇場があるんです。おさばきのお芝居とかですね、忍者のアクションのお芝居、あと花魁さん、綺麗な花魁さんが出てくる、ね、お芝居、あと映像とこの役者がコラボする劇場、いろんな種類の劇場があって、若い方からお年寄りまで皆さん楽しんでいただけると、そういうところがおすすめかと思います。はい、全部のショーに、お客さんと一体感になってできるショーがたくさんあるので、見てる人も楽しめるショーになってると思うので、ぜひ見に来てほしいです。はい、ありがとうございました。Why Japanese people? Why foreign people? There are a couple of things we can't comprehend when we deal with each other. It was nice to see that Japanese people could also criticize themselves as well and be a bit critical towards themselves. And one thing that I found, for example, very important, in the UK it was okay to be 15 minutes or late. Well, in Japan you have to be on time, and if you are later, then you generally kind of buy the person who was waiting for you something like dinner or lunch or something sweet. So you balance it out. That's one of the two things I was surprised about. I hope you have a lovely day. Let me know about things that you don't understand that people in your country do, and things you do not understand that Japanese people do. Let us know your comments. Might be the new stuff or a new video. Let us know. Catch you soon on Ask Japanese. Ise Asachi Momoyama Bunkamura is a theme park themed around the old Japan, and it's located in Ise in the Mie Prefecture for you to check out how the old Japan used to look like. The buildings are all themed after the Sengoku period, which is the old time in Japan. They have loads of shows and stuff happening. Depending on the seasons, there are also different shows, and the visitors are invited to join into some of those shows and experience them live as well. Apart from that, there are loads of other games you can play. So for example, you can have a go at bow and arrows and try to see how the old samurai used to fight. And if you want to test how brave you are, there are ghost houses and mazes and similar things. See if you are brave enough to become a ninja. There are also delicious tasty foods that you can try, regional foods and other foods as well, to enjoy the old Japan in a new taste. To get to Ise Asachi Momoyama Bunkamura, it takes you about 100 minutes from Tokyo by Shinkansen to Nagoya, and then from Nagoya it takes a local train to the nearest station about 90 minutes, and from there you can get shuttle bus or a taxi that takes you around 5 minutes or so. Depending on where you start your journey, there are other ways to get there, so check their multilingual homepage for other details of how to get there. So if you feel like traveling back in time and experience Japan how it used to be in the Sengoku times, then be sure to check out Ise Asachi Momoyama Bunkamura!